どうも潜入おいりです。今回の潜入先はこちら、三重県松坂市にあります築山義高刃物店という場所に行ってきました。ついに行ってまいりました。皆さんよくご存知の藤原正史さんのいるところですね。藤原さんという方はこの包丁業界、研ぎ業界の最先端を行く人で、実際に一般社団法人日本包丁研ぎ協会を設立し、研ぎ方や切れ味の重要性を広げている方です。また包丁に関する本も出版されており、僕も何冊か持っています。そんな方のもとへお話を聞いてきました。で、今回は大阪堺の内刃物の伝統工芸士である中川さんですね。中川内刃物の方と藤原さんのもとへ講習を受けに行ってきました。ただこの講習というのは有料となっているため、その内容はお見せできませんが、少しお話できるとのことで個人的にたくさん質問してきました。かなりマニアックな内容ですが、大変貴重な内容ばかりです。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは本編へどうぞ。いえいえ、ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。またおいでくる。あ、撮ってる。今撮ってます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。金曜定休ですか？いや、水木と休みなんです。水木なんたですね。だ木曜日は中で仕事する日なんです。はい、水曜日も完全定休なんですけど。青05ってどういった鋼材ですか？カンナの世界はめちゃくちゃいろいろあるんですよ、実は。包丁よりもいろんなレパート。もう全然桁違いにあります。ツバメコとか、はい、東郷05とか、はい、青紙05もありますし、あとなんだろう、サンドビッグももちろんありますし、アッサブもありますし、アッサブも K120 とか 120とか1とか。あと和包丁のことで、薄刃包丁のことなんですけど、薄刃包丁に関しては突き切りじゃないですか。出刃と刺身は引き切りじゃないですか。なんで薄刃が好きなのかなってことが疑問で。いや、僕はだから今引いて切った方がいいよっていうのはよく言ってます。味違いますよ。引いた方が味がいいですね。いや、もう作業効率の問題ですよね。だから歴史的に見てもそもそもなんですかね、もともと日本の包丁って、天皇が影響してるんですよ。で、どういうことかっていうと、昔々天皇って神様なんですよね。で、神様に献上するその食事を食べれないところを出すっていうのは失礼だっていう考えがあったらしくて、それで頭を落とし、骨も全部取り、内臓も取りっていう、そこから三枚おろしの技法ができてるんです。式包丁とか。そういうことです、そういうことです。で、その式包丁をやってた人たちが料理人にさばき方を教えてるんですよ。だからそういうちょっと独自の発展をしてるんですよね。だから海外行くともうぶつ切りだったりとか、鱗ついたまま焼いてたりとか、そういうのがあるのはやっぱり天皇がいるかいないかで、そういう食事に対する考えから生まれたっていうのが日本の特徴で、だから式包丁って基本ほとんど引き切りなはずなんですよ。で、そこから全部包丁は派生しているので、だからテーパーもあってひねりもあってっていう話でいくと、薄刃を引く道具なんですよ。ただ何が問題かっていうと、結局さっきの話、硬いものって押してじゃないと切れないんですよね。人参って引いて切れないんで、なかなか。そうすると引いて切れないものはあるけど、押して切れないものって実はないんですよ。全部柔らかかろうが硬かろうが全部押してしまえば切れちゃうので、そうすると作業効率を重視してしまうと、全部押しになっちゃったっていう話なだけなんですよね。なんか変えたいんですけどね。なかなか難しいですよね。で、今薄刃包丁自体がやっぱり文化的にちょっと合わなくなってきてるのも事実ですね。で、何が問題かっていうと、今の若い子たちって身長高いんですよ。そうすると例えばここで切ろうと思った時に、薄刃包丁って高さが高いと普通に切れるんですけど、なんていうんですかね、このまな板がさらに低かった場合、もっと僕が身長が高くて低かった場合、下で切らなきゃいけない場合、先からついちゃうんです。だからまな板の高さに応じてこの刃がストレートな刃物っていうのはすごい使い勝手が左右されてしまうんですね。だから反ってた方が利便性がいい。だから薄刃包丁ってすごく使いにくい包丁に今なっちゃってる。昔は身長の差ってそこまで変わらなかったのかなと思うんですけどね。だから親方がね、身長160センチぐらいで、それに合わせて厨房全部作ってあるのに、若い子が80の、ね、180の子が来たら、薄刃使えないんですよ。
であとはまな板が平らじゃない、はい。そうすると真ん中へこんでたりとかするとより薄刃包丁も使いにくいですよ。そうです。だからまあ今ちょっと反りがついてる包丁の方がやっぱり人気で、だから切り付けとかの方が今人気ですよね。そうですそれは理ね。にかなっててやっぱりすごくいいと思うんですよ。こんな感じの包丁ですよね、そうするとこの反りがある分そのまな板の凹凸に左右されにくかったりとか、はい。あと身長の高さにも左右されにくいんですよね、台が高ければ、まあね、全体的に使いやすいし、低ければ先から一部分のここぐらいまではちゃんと使えるんで、はい。はい、そういう意味では切り物ができるっていう意味では、まあ、こういう切り付け包丁みたいなタイプの反りがあるっていうのはすごく良かったりはしますよね。切り付け包丁の、まあ、その歴史的な話なんですけど、どういうあれで生まれたんですか、ね？いやこれは分かんないです、あはい、追いかけられないですね、どこでね、だからちょっともう分かんないやつで言えば勘どころ包丁とかね、はい、もう初めて聞いた、そんなの知らなかったとかってありますからね、そこら辺はすごく難しいですよね。どこでできましたかって言ったら、まあ、誰かがね考えて作ってたりとかするんだろうなと思いますし、片刃の牛刀があったらいいのになと思って調べてたら、はい、これが見つかって切り付け。そうですね、切り付けが一番近いでしょうね。ちなみにタコ引きとかも由来なんでタコ引きっていうのかも、分かんないですね。調べても出てこない、全然出てこない。もともとでも昔のまな板って机みたいなものだったんですよね、はい、だから今みたいなまな板じゃなくて座敷に座って使ってたんですよ。そうするとこれぐらいの高さだったら別に薄刃だろうがタコ引きだろうが全然使えたんですけど、江戸時代のまあ、初期から中期ぐらいに結局いわゆる屋台系の、まあ、ファーストフードが流行ったんですよね、はい、江戸前寿司とかもそうですし、その立ち食いなんですよ、そうすると料理人さんも立って料理をするっていうところからまた包丁の形が大きく変わったはずなんです。だから江戸時代から大きく包丁の形が変わっているので、そこからの歴史ですよね。だから意外にも和包丁の歴史ってまだ200年いくかぐらいですよね。関東型関西型って、まあ、料理もあるんですけど包丁もあるように、はい、やっぱ、まあ、料理の文化が違うから包丁の形も違うっていうことですかね。まあそうでしょうね。でもまあ難しいところで、その包丁だけに関わらずハサミとかでも全然地域で形違うんですよ、だからまあそのね、もともとは地域的に合わせて作られてただけで、もともと関東と関西が分かれて作ってたかって言ったらそうじゃないと思うんですよね。ただその地域で受けた形がその形で、まあ良くも悪くもいいものは残り、使われないものは淘汰されていくっていう中でたまたま残った形がそうだっただけなんだと思うんです。そうですね。ナタとかも特にいろんなナタがあったりとか。いやもう一番すごいのはクワじゃないですかね。クワ、へえ。もう同じ地域なのに上流と下流でクワの形違いますからね。知らなかった。すごい数っすよ。包丁でいうと、まあ、特に種類が多いのがうなぎ先、うざきだと思うんですけど、結局あれって一番さばきやすい包丁ってどれが一番さばきやすいんですか？さばきやすいっていう概念が難しいところで、結局あまり切れない包丁の方が実際作業効率はいいって言われるんですよね。で切れれば切れるほど頭から刃を入れて骨のとこから横にスライドさせた時の最初の骨の形の関係で切れれば切れるほど骨削ったり骨側に入っちゃうんですよ。そうするとやっぱり切れすぎない方がそっちに刃がいかないんですよね。なので先だけ立てて鈍角にして研げっていう話がやっぱりまあ最近の一般的な研ぎ方にはなってると思うんですけど、ただ実際実験してみるとめちゃくちゃ切れるうなぎ先の方が美味しいです。もうくどさが全然違います。ものすごくやっぱり養殖の餌の匂いがやっぱり切れないとしやすかったりとか、油がねすごい酸化した油になりやすいんですよ。で油のタレののりが全然違います。めちゃくちゃ面白いですよ。同じタレ塗ってるのに切れるのと切れないのでもう濃さが全く違うんですよ。こんなにうなぎの味変わるのっていうぐらいタレの濃さがもうすごい変わっちゃうので、やっぱり何でも切れた方がいいとは思うんですけどもね。ただやっぱりどうでしょうね、まあ、昭和よりももうちょっと前、明治とか、まあ、大正とかあそこぐらいからやっぱりなんですかね、効率というか、その文化的な部分で
いい仕事をするっていう時よりはやっぱり早くするっていうところが強く出てきているようなイメージはありますよね。で今江戸時代とかああいう時代って幕府とか、はい大名とか、はいそういったところが職人抱えて、はいもう飯の心配しなくていいからいいもの作れって言った時代もやっぱあったわけですよ。その時代のできるものっていうのはやっぱめちゃくちゃ良かったですよね。何の心配もしなくていい、ただやっぱりねどんどん経済が発展していく中でやっぱり自立して自分で金を稼ぐってなった時には、やっぱりね数も必要ですし、早く作るっていうのも必要なので、はいそうなった時の文化とやっぱりちょっとずれてきてますよね。だからさっきのね話その作業効率を無視すれば、今度は出刃包丁とかでも調子上げかけた方がいいんですよ、ただじゃあそうすると何が起こるかっていうとかけやすいとか研ぐのに時間がかかるとか、いろんな不都合が起こってくるんですね、やっぱりそうなると番手を下げていくっていうのはやっぱり必須になってきたりもするでしょうし、だから答えはねやっぱり現場にしかやっぱりないっていうのがもう僕の中でも確信で、やっぱりね居酒屋さんなのか、ね、もう8席しかない高級店なのかでも当然魚のさばき方って違いますし、ね、丸のまま買うのかもう半身で買うのかでも当然違いますし、じゃあねもう産地直送で、ね、漁師さんから直送されてきたものをやるのか、ね、やっぱりもう大きな漁港とか、ね市場とかそういったところで仕入れてきているものでやるのかでもやっぱり答えが違うので、そうですね、だからやっぱりさっきの話、ね、僕らがどうしても実験できないのって産地での実験なんですよね。もう行かないと無理なんですよ。でどれだけ望んでも取れたてピチピチが欲しいですって言っても輸送してもらうのに1日かかっちゃうんで、だから実験としてはもう現場に行くっていうことが多いっていうのもそういうところがありますね。でも正直単純な話分かんないんですよ。行ってやってみないと、ね、分からない、だからそうやってやってる中で面白かったのがやっぱり鏡面仕上げと霞仕上げの切れ方の違いっていうのもそれは現場に行ったから初めて気づいたんですよ。ここの包丁の切り刃の部分とかも、天然で全部やっときゃすっげえいいんだろうと思ってたら、まさかの食材によっては全然良くないっていうのもあるわけですよね。やっぱり適材適所で、こういうことをやりたいんだったらじゃあ天然ですか人造ですかって選べるっていうのが今一番いいところなのかなと思いますし、なるほど。ちなみに天然で良くないパターンってどういったパターンが挙げられますか？ひっつくんですよやっぱり食材が。で逆に重くなるんですよね。で重いっていうのはどういうことかっていったら食材に対してストレスをかけていたり抵抗を強く受けてるので、そうするとさっきのね話表面が強く擦ることによって、刃はどれだけ切れていても、側面で断面綺麗なはずが蓋しちゃうんですよね。そうすると薄く感じたりとかするんです、味が。だ口がもうね完全に細胞が開きっぱなしのままでお客様に提供した方が醤油の入りもいいですし、で咀嚼した時の味の広がりも早いんですよね。一番いい仕上がりといったらわからないですけど、例えば天然仕上げでもハマグリにしてできるだけこすれを軽減するとか、もしくはもう天然じゃなくて、6000番とかである程度止めた方が抜けが良くなるのか、どういったご意見があります？いやもうそれはさっきのもう食材によってですよね。そうですね。もう一個一個違う。だから年間契約っていうビジネスねやってますけど、現場によって仕上げ方の求めるものもやっぱ違うんですよ。だからこっちはもう3万番とか、こっちはやっぱりもう普通のは8000番で、ちょっと荒使いは3000番とか、だからもう出刃包丁で3万対3000があるわけですよね。それぐらいやっぱり店によって考え方によって全然答えが違うので、だからこそ逆に言えばやっぱりお客様にどれだけ合わせられるかが多分僕らの技術なんだと思うんですよね。だからね一番僕がやり始めて最初の頃にやっぱり起こっちゃったのが、もうこんだけ切れたら何でもいけるだろうっていう誤解をしちゃうんですよね。もうすっげえ切れるみたいな。でもそれって自分のテリトリーの中で最高なだけで、それが別の現場に持ってったら最低かもしれないんですよ。すぐ切れなくなるじゃん、何なのこれみたいな。で確かに僕ら実験でやりますけど、そんなものすごい数切って実験するわけじゃないじゃないですか。で忙しい中でねお客様が待ってる中で時間に追われてガンガンやるのと、ね、ゆっくりね試しながら食べてとかってやってるのとでもやっぱり全然答えが違うので、
だからやっぱりねどういう現場がありどういうものを求めてるのかっていうデータがもう情報がやっぱり僕の命なのかなとは思いますよね。そうですね。どうしてもねやっぱりね答えを求めてしまうっていうのはもう僕も昔はすごくあったんですけど、ね、実際やればやるほど答えがない。タイ一つとってもね太平洋側なのか日本海側なのか瀬戸内海なのかでもタイ自体がそもそも違うとか、骨の硬さ違いますからね。ちょっと研ぎのことで質問いいですか？もちろんですよ。日本刀の研ぎはかまぼこ砥石で点の研ぎじゃないですか、でも包丁は角砥石の平たり砥石じゃないですか、それがなぜかっていうのがすごい気になって、包丁も点じゃダメなのかとか。全然いいとは思います。もともとのその歴史的な背景でいうと、例えば天然の荒砥使ってみると面白いんですよ。天然の荒砥をフラットにして、ちゃんと面直しして完璧に平らにして研いでみると全然削れないです。で理屈は簡単で、例えばかまぼこ状にすると、点で当たるって分かりますか？要するに研磨剤が1点が突起している状態ですよね。研磨力が弱い砥石ほど点で当てた方がよく傷が入るわけです。早く削れるんですよ。そこがまず第一です。要するによく削れるようにするための工夫がかまぼこ状だったっていうふうに、見えてくるところなんですよね。でさらにうまく使うとかまぼこ状で場所変えながらやっていくと面直しっていうものを比較的しなくても済む時間が長くなってくるんです。そうするとかなりうまく使えば使うほど、その形のままでかなり減らしていけるんですよ。だからやっぱり面直し同士なんて本当に最近のものなので、そういう歴史的から考えたら面直しがない時代には形で研ぐっていうのは面直しもあまりしなくてよくて、よく削れるっていうこの2つが兼ね合った形なんだと思うんですよね。なるほど。なのでね逆に言えば別に腎臓でかまぼこ状にしていいんじゃないのっていう話では全然いいと思うんです。ただ僕が目指した研ぎ方って何なのかっていったら再現性がある研ぎなんですよ。今やっぱり研ぎってみんなができなくなっちゃってるんでやっぱり苦手なんですよね。でどうやって研いでいいかわからない、学びましょうって言った時にかまぼこ状の砥石ってルールが伝えられないんです。どれぐらいのカーブつけるんですかとかね、どっからどう研いだらいいんですかとかどうなったら正解ですかっていうのが見えないんですよ。だからやっぱり真似をしたくてもうまくいってるのかどうかがわからないっていう最大のハードルがあるんですね。ただやっぱり文化をもうちょっときれいにちゃんとみんなに理解してもらってみんなが研げる世界を作ろうと思った時に今の話みんなができるようにしておかなきゃいけないんですよね。そうすると平らにするってみんなができるんです。道具がちゃんとあれば。でそこに平らな砥石に合わせた研ぎ方っていうのをちゃんと構造とともに教えてあげれば、やっぱりできる人たちがちゃんと出てくるんですよね。だから僕も実はかまぼこの砥石あるんですよ。全然もう昔ほとんどかまぼこだったりしたぐらいで、逆にもう真四角の正方形の砥石とか作ってる時あるんですよ。そうするとどこも角じゃないですか。だからそれはいいんじゃないかとかって言って昔作ってそういう真四角な砥石とかも使ってたんです。ただやっぱりね今の話僕が最終的に何をしたかったかっていうところを自分で思った時にやっぱりその研ぎ文化を広めたいって思った時にやめたんですよね。なるほど、再現性があるもの。そういうことですね。じゃないとやっぱりねみんなが喜んでもらえない。ただねその研ぎ方が僕は全然悪いとは思わなくて、ただやっぱりイメージではクリーニングってあるじゃないですか、服のクリーニングですね。自分で洗濯機あるのにクリーニング屋さんいっぱいありますよね。しかも安いところから高いところまでいっぱいある中で、でも出す人は出すじゃないですか、自分でも洗濯するじゃないですか、でも衣食住の中で言ったら包丁もそれぐらいあってしかるべきなんじゃないのと思うところがあるんですよね。だからね自分でも研ぎはしますと。でもそこがねうまくできなくなったから研ぎ屋さんに出しますぐらいの研ぎ屋さんの数がクリーニングと同じぐらいあっても別に不思議じゃないよねっていうのは感じてて、それぐらいの普及率になった時には多分かまぼこ研ぎはまたすごい輝くんだと思うんですよ。
はい、やっぱり比べる対象がある中で、俺はこういう研ぎ方だとか、ね、こういうやり方がいいと思うとか、はいね、この人はすごいぞとか、あんな変わったことやってるぞみたいな、そういうのはやっぱりね、すごいみんなが遂げる中ではすごく光るのかなとは思うんですけど、やっぱりさっきの話ね、その広げるっていうもう一回まだもっと低いレベルの話で言うと、やっぱり再現性だなっていう感じですね。そういう世の中になったら嬉しいですね。そうですね。だからね、僕が一つ思い描いてるなんかゴールっていうんですかね、はいっていうのは普通に知らない街を歩いてた時に家の中から研ぎの音が聞こえるっていうのがあったら最高だなと思いますなかなか難しいとは思いますけどね。はいでもまあね、そういうのもやっぱりね、いつか起こればいいなって思うのも結局はそうやってね、再現性があるものを広めないと多分なかなか難しいので、ちょっとお話変わるんですけど、どうぞさっき一瞬まな板の話出たので、まな板が切れ味に与える影響をテーマに話したいんですけど、まあそのまな板の材質もそうだし、例えば2つ考え方あると思うんですけど、包丁にとっていいまな板と味を良くするためのまな板、要はまあ味の邪魔をしないまな板とかあると思うんですけど、いやまあそこは多分被ってると思ってて、はいとにかく包丁の刃先を傷めないまな板であればあるほどやっぱり食材は美味しくなりやすいと思いますよね。例えば切れ味が会心の切れ味が100だとするじゃないですか、でゼロが全く切れない。そうするとまな板のせいで早く切れ味が落ちていくっていうのは味も一緒に落ちていくっていう概念に近いと思うんですよね。そうすると刃が傷みにくい、長く切れ味が続くまな板を選ぶっていうのは、味に直結するって言ってもいいんじゃないかなと思いますね。できる限りね、その切り方もそこに影響してくるので、やっぱりね、柔らかいまな板に対して力を入れるっていうより柔らかいまな板に対して優しく最後刃が当たるように気をつけるとかっていう切り方をするだけでもやっぱり持続も変わるとは思いますから。ちょっと砥石の面直しの話なんですけど、まあ僕も実際この電着ダイヤの、細めの、ね、これで、泥出しとかしてるんですけど、まあ、くたびれた電着ダイヤがすごく重宝してて、まあそれがやっぱり天然砥石ってそういったものを使わないと表面が荒れるから、あんまり良くないんですか？良くないというか、結局ですね、考え方としての話なんですけど、砥石の表面に例えばこの中目で400番ぐらいなんですよね、中目の新品でこすった時に400番の傷がつくわけです、そうすると砥石としては3000番であっても、表面が400番だったら、何番で本当に傷つけてるんだろうって話になるわけですよ。そうするとその傷で研ぎたいのか、本体のパフォーマンスで研ぎたいのかで表面の傷は考えていく必要があると思うんですよね。だから僕らも電着ダイヤの使い切ったやつを、焼結ダイヤで潰すんです、でツルッツルにします、それで面直しするとかそういうことはしますね。でもう究極まで行きたい場合は天然砥石の表面面直しして、でその後腎臓の3000番とか8000番で段階的に表面に傷全部取っていくんです、でそこからその砥石と同じような天然砥石の名蔵で泥出して研ぎ始める。それは一番、その砥石のパフォーマンスで研いでますよね。傷ゼロに近い状態。なるほど、そうか。いや、裏押しするときにちょっと困って、いくらくたびれた電着を使ってもやっぱりその傷が平地になったときにつくから、裏押しピタッとやったときにどうしてもその表面が気になるなと思って。なるほど。基本的に僕らの場合はその仕上げ砥石同士でこすります。だから面直しを両方かけといて、それでお互いの傷を取ってからするっていう、だから傷が深く入ってて裏押しすると広く溶けちゃうんですよ、っていうのはね、表面にこう凹凸がついてる状態で出っ張ったところがいきなりゴボッとへこんじゃうというか、出っ張ったところが塗料が剥離したらその分へこみますよね、すぐに、だから裏押しにはもう本当に凹凸がないツルツルの状態が実は一番いいですね。削れない方がいいって言ってもいいかもしれないですね。で鋭角よりも鈍角な方が美味しく切れます。なんでですか？刃が揃うんですよ。刃が揃う。鋭角にやった時に、研いだ時の圧力って、刃先がかけやすくなるんです、立てた方が刃がちょっと厚くなるじゃないですか、その時に刃先がギザギザなりにくいんですよね、で硬い
包丁は仕上げ砥石で研げば研ぐほどやっぱり薄さに負けてかけやすいんです、はいはい、だから粘りがあってちょっと鈍角気味に研いだ方が顕微鏡で見ると包丁の刃がきれいに揃うんですよ。へえ。もう刃が揃ってる方が美味しく切れる。そうですそうです。なので砥石の粗さの話ではなくて、はい、意図せず包丁の金属が欠けちゃってる粗さなんですね。そうすると1万番で研ごうが天然で研ごうが、はい、刃が欠けてしまってたら、はい、すっごい粗い刃先になってるって言えますよね。はい、だからそれは砥石云々じゃないんですよね実は。なるほど。だから全体的には鋭角に、要するに切り刃は鋭角に、でも刃先は気持ち鈍角にっていうのがやっぱり美味しく切るためには必要だったりしますね。これを試さないと分かんない、そうなんですよね、はい、だから結局いい包丁悪い包丁ではなくて、はい、持ってる包丁に合う研ぎ方が何なのかが一番大事なんですよね。はい、だってね、これは悪かったじゃあ次って言って変えるんだったらいいですけど、ね、自分の研ぎ方に全部包丁を合わせてくれないですから、はい、やっぱりね、持ってる包丁のパフォーマンスをどれだけ生かすかっていう考え方で一個一個に向き合っていただくっていうのがとても大事ですよね。はい、で相手とさらに向き合うっていう切るものですよね。食材と合わせていくっていうのがやっぱり研ぎの、ね、すごく大事なところで、その話で言えば極論ね、なんで仕上げ砥石で3000、6000、8000、1万とあるんですかっていう、そこにつながるんです。美味しさを取るんだったら1万番、はい、でも、ね、作業効率とか引っかかりを取るんだったら3000番、じゃあこの2つを持っていてなんかこっちだと滑るなとかこっちだとなんか雑いなってなったら、じゃあ間買いましょうねみたいな話になってくるわけで、だからね、そこのお客様の求めてるものに合わせるために番手が決まってるんですよね。数があるというなので答えがないんですよ。僕らもね、正直やればやるほど分かんない、はいはい、これが正解ですとやっぱりもう言えるものは何もないんですよね、はい、だからね、なんか何ですか、分からないことが分かるじゃないですけど、はい、そういう感じなので、こういうことはちょっと分かりませんっていうのがすごい明確になっていくのがやっぱ研究なのかなって気がしますね。そうですね。砥石の話ですけど、僕はまずそもそも砥石に、基本的に3つの製法、ビトリファイド、マグネシア、レジノイド、それがあるってことをそれこそ藤原さんで知ったんですよ、はい、でもそれを知らなかった理由って、まず砥石メーカーさんが説明欄、商品に書いてないじゃないですか。そうですね。製法も結合剤も何も書いてないので、はい、それって何か意味があるんですか？意図的なのか。いやー、ちょっとそこは分かんないですけど、ただ、はい、例えば、はい、大手さんはちょっと違うんですけど、昔の小さい、砥石メーカーさんでいうとビトしかやってないんですよね。ビトリファイド製法しかやってないと思うんですよ、はい、レジノイド製法だったらレジノイド製法だけだったりするんだと思うんですよね、はい、だから自分の砥石の作り方に対して他の製法と比べるっていうことがそもそもないですよね、はい、書いててほしいなと思って。そうですね。でもね、ビトとかレジンでも、はい、大枠ではそうやって言ってるんですけど、はい、突き詰めていくとやっぱりビトでも作り方あるんですよ、別にいろいろと。はい、そういう話になってくるともう結局そのメーカーのその砥石になってくるので、あくまでも製法によるなんか特徴っていうのだけを知ってもらうために僕らも言ってただけで、厳密にはね、どのメーカーもじゃあビトだって言ったら全部同じなのかって言ったらまた違うっていうことなのでね、はい、そこら辺はねやっぱりね、メーカーから言えばやっぱり難しい話なのかなとは思いますよね。そうですね。他を知らないと言いますか、自分のところで全部ね3製法やってたら公開もできるのかもしれないですけど、そこら辺もやっぱりね、単純な話僕らが疑問だったんです、単純に。1000番っていうのになんでこんなに違うのみたいなっていうか1000番ってそもそもなんでこんな種類あるのみたいな。そうですそこが最初のスタートで、なんかめっちゃ削れる線番もあれば、なんかねすっごい滑らかな線番もあればみたいな、ね、いろんな線番があって、もうハテナしか最初なかったので、はい、だから線番だったらどれも一緒でしょって最初思ってたとこがあったんで、ただまさかのやっぱり全然違うわけですよね、はい、でそれを紐解いてった時にやっぱりね、お客様が選ぶ一つの手段として、やっぱりそこは少しでもやっぱりヒントが必要なんじゃないかって言って、僕らも言うようになっただけで、もしかすると砥石屋さんからしたらいい迷惑かもしれないですけどね。そうですね。流し研ぎ
はい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 、研ぎ汁の使い方で、はい、流水研ぎとかですね。そうです、はいはい、あれがなんかまあ全部が全部研ぎ汁をなんかうまく使った方がいいのかって思ってたんですけど、はい、そういったわけでもない。そうですね、本当に僕は精密に研ぐときは絶対水流します。っていうのは理由簡単なんですよね。はい、この砥石に対して包丁を研いだときに、はい、下から出てきた泥はどこに逃げるんですかっていう話なんです。そうするとしのぎ側から逃げるか刃先側から逃げるか、はい、研いだところ以外の前後に逃げるかなんですよ。その粒子が大きければ大きいほどだれるんです。はい、だから荒取って研ぐと刃が丸くなるのは、はい、その泥が逃げるプラス砥石がへこむっていうダブルの問題があるんですね。でその泥をさらに溜めて研いだらより丸みがつきやすくなるっていうのは必然なんですよ。そうですね、はい、だから早く研げるっていうのもちょっと誤解で、丸く研いでるから早いだけなんです。だから本当の意味でフラットな状態ですごくスピーディーに研いでるわけではないんです。だから流水研ぎと泥を使った研ぎっていうのは分けるべきで、はい、そうすると何がポイントかって言ったら丸くわざと研いどいて、はい、それをフラットにする、また丸く研いでフラットにするっていうのを繰り返した方が研ぎって早いんです。はい、っていうのはね、ちょっと丸いところをフラットにするっていうと点接点になりますよね。はい、そうすると研ぐ面積が少ないんで早いんです。はい、ただフラットなやつをどんどんそのまま削っていくってめちゃくちゃ時間かかるんですよ。だから包丁って実際ひねりってめちゃくちゃそういうところに寄与してて、はい、角度が変わってるんですけど斜めに削ってるんですよね、常に。だからひねり入れた方のことがある方は分かるんですけど斜めに傷入ってくるんですよ。そうすると実は刃先だけ研いでる部分とこのしのぎだけ研いでる部分がランダムに起こるんですね。そうすると刃先が早く当たるんで、早く削れる。だから実はひねり入れた方が早く包丁研げるんですね。だからひねりをね入れるっていうのはすごくそういう早く研げるっていう意味でも理にかなってるんですよね。でもそのひねりとかテーパー構造もそうですけど、歴史的に文化的にどっちが先なんですかね。鉄を伸ばしたから自然とテーパー構造になってそれがたまたま良かったのか、それともそのテーパーを作りたくてテーパーのいや前者じゃないですか。分かんないですけどもね、結果論テーパーになっていて結果論ひねらざるを得なかったっていう話のような僕は気がしますけどね。はい。でもね、やっぱり先人のこの構造をやっぱり紐解いていくと、はい、まあそうじゃなく本当に味のためにそうしたって思いたくなる構造はしてますよね。だからね、ただただ偶然なのか、でも多分昔の人たちやってると思うんですよね。はい、こういうことをやったらどうなるかって裏付きもそうだと思うんで、はい、やっぱりねその裏付きがあるものとないものとかいろいろ多分試したんじゃないかなって気はするんですよね。で昔の人たちって感覚人間なんで、その方がよく切れるとか、ひっつかないとか味がいいとか、単純にシンプルにそうやって自分でやって試して食べてっていうのをやってて、それがそのまま残ってきたんじゃないかなって気はするんですけどね。はい、だからね、やっぱり何が今抜けてるかって結構料理人さん方で食べないんですよね。だからやっぱりいろんな包丁ある中でね、比べて食べてみるっていうのはぜひねしてほしいところだなとは思いますけどね。ただね、最近ねもう包丁も高いんでね、もう1本しか持ってないっていう方もいらっしゃって、比べるで対象がねあまりないっていうのももちろんあるのかもしれないですけどね。そうですね。はい、金属違いでねちょっと試してみるだけであれ味違うなとかね、それがねたまたまなのか本当に何回やっても同じなのかで、やっぱり偶然じゃなかったって気づけるはずなんですけど。そうですよね。ただやっぱりねその一個一個切って食べてるのかっていうと、やっぱり忙しくてそこまでやってる暇がないっていう人たちがいるのも事実だと思うので、ねしょうがないところだと思いますけどね。でもぜひ気づいてほしいですね。そうですね。いやせっかくの文化なんでね面白いですし、ねこれ良くも悪くも海外にないんでこの文化自体が、やっぱりねその日本対世界で見た時に、日本の料理レベルの高さってここも
かなり影響はあると思うんですよ。やっぱりいろんなものが日本もね今どんどん技術的に負けてきてる中で、やっぱり料理のレベルはものすごい高いと僕は思うので、やっぱりそういったところにねやっぱり実はバックグラウンドに包丁の切れ味があるんだっていうのはやっぱりね伝えてほしい部分だなとは思いますけどね。はい、テーパー続きでもう一つ質問いいですか？もちろんです。和包丁和牛刀と洋牛刀だから要はテーパーありの牛刀と、テーパーなしの牛刀の、違い、それこそ刃先の切っ先と刃元側で刃先の角度が変わるよってことあると思うんですけど、それに応じたなんか作業のしやすさって何かあったりするんですか？どう使い分けたらいいか結構悩んでる人多くて。なるほど。使い分けというとあれですけどね、やっぱり基本的には牛刀って押して切る方の方が圧倒的に多いので、元が薄いっていうのは別にそこで不利なわけでは決してないとは思うんですよね。なので押して切るっていう意味ではやっぱり両刃を使うっていうのは全然いいかなとは思いますけどね。ただ個人的にはやっぱり牛刀も全部ひねりは入れますけどね。その方がやっぱり味が良かったりとか、結局ひねりの結構誤解にもなってるかもしれないんですけど、確かに前後運動の抜けとかテーパーももちろんなんですが、一番大事なのって何かって言ったら食材に対して隙間をどれだけ作れるかなんですよ。隙間があればあるほどこすらないなんですよね。こすらなければ美味しく切れる可能性が高まるんですよ。だからテーパーがないんだったらひねりを入れてあげるとか、何かしらねその小刃に対してどう切り刃をつけるかとか、なんかそういうアプローチを少し変えるだけで、軽く切れるっていうのは実際隙間が多い可能性高いんですよ。だからそのひねりはそのうちの一つなだけであって、その使う方々が単純に切った時にうわすっごい切れ心地がいいぞっていうのを探すのが実は答えなのかもしれないですよね。でそれのヒントが隙間なんですよね。どれだけ食材と触れないように接地面積をいかに減らせるかっていうのを考えて研ぐっていうのが大事なような気がしますよね。だから総合力ですよね。だからね刃が切れれば美味しいのかって言ったら絶対ねそうだけでは言えないですし、で両刃の包丁では絶対に求められないのはやっぱり裏すきっていうねへこみがある和包丁はもうそれだけでめちゃくちゃ味違うので、だから同じ鍛冶屋さんが同じ鋼材で片刃と両刃作って切って食べると片刃の方が圧倒的に甘さが出るので、両刃ではどう頑張っても出ないんですよ。やっぱり片刃ってすごい意味あるんだと思いますし、ただやっぱりその片刃を生かす上でもやっぱりその裏の精度であったりとか、いろんなやっぱり条件がやっぱりついてくるのも事実なので、そこがねやっぱりで、それを維持管理してもらえないとまた意味もなくなっていくので、片刃はいいよって口では言いながらもねやっぱり研ぎがねやっぱりちゃんと伝わってなければやっぱりその性能を引き出してはもらえないので、それはやっぱり売ったね私側の責任だろうなと思うので、やっぱり研ぎ方を発信したりとか、講習受けてもらったりとかっていうのはできるようにはしてるつもりではあるんですけど。藤原さんのこと質問していいですか？ちょっと生い立ちというか出身とか育ちのことを聞きたいんですけど、生まれはどちらですか？ここですね、三重県松阪市です。もうずっとだからそこから育って。そうです。で大学出てから東京の木屋さんっていう刃物屋さんで4年間勉強させてもらって。そうなんですか？そうです。なんか東京4年いたんですよ。でやっぱり砥石に対しても、結局そのなんて言ったらいいんでしょう。木屋さんでは木屋さんで売ってる砥石しかちょっと使えなかったりする環境があったりする場所もあったもんですから、その新しいものを試してみるって比べてみるってことはそもそもできなかったんですよね。であとはやっぱり単純に鋼の包丁何がいいのか全く分からなかったんです。で本当に白と青って何がいいんですかって全然わけ分かんないわけですよ。で錆びるって何っていうどう考えたって錆びない方がいいじゃんって思いますよね。じゃあその錆びるという最大のデメリットを超えてでもいいところがあるんだよねっていうところがすっごいふわっとしてるわけですよ。だからすごい僕が嫌だったのが鋼の包丁を踏み台にしてステンレスを売るっていうためにあるように見える時があったんです。だからある方がそれは木屋さんじゃなかったんですけどね、あるところでちょっと、包丁の接客をしている方の話を聞いた時に驚いたのが、錆びる包丁と錆びない包丁どっちがいいですかって聞いてたんです、お客さんに。
いやそら錆びない方でしょってですよ、ただね錆びるんですけどこれこういういいところがいっぱいありますよと、で錆びに強いですけどもこういうデメリットもあるんですよっていう、そこの条件をちゃんと提示した上で選んでもらうんだったらいいと思うんですけど、錆びるか錆びないかだけ言ってるんですよ。それは錆びない方が絶対いいに決まってるじゃないっていう。でも正直分かんなかったんです、そうかもしれない、自分でも。で正直なところ鍛冶屋さんに聞きに行っても要領が得られなかったんです、はい、あるすごい鍛冶屋さんが言われたんですよね、白髪と青髪って何違うんですか。藤原さんねと、白がいいっていう人は白がいいんだと、青がいいっていう人は青がいいんだって言われたわけですよ。いやそういうことを聞きたいんじゃないんですと、実用的に 1.5 倍のお値段をいただく上で何がいいのかが性能的に知りたいんだよねっていうんですけども、やっぱりふわっとした答えしか出てこない。はい、あれこれってもう自分でやらないとしょうがないんじゃないのっていうふうに気づいたっていうのがありますよね。はい、それで自分でもトイレ切って食べるみたいな、それの繰り返しですよね。それが今の活動、研究につながってるんですね。そうですね、ある高校のね子たちをずっともう十数年教え続けてるんですよ。うちに来る子たちがいるんです、この近くの高校の子たちで。でその一番最初に来た子がめちゃくちゃ生意気な子で、藤原さんが研いだ包丁と僕が研いだ包丁どっちが切れるんですかって言ってきたんですよ、内心ハラハラですよね。切れなかったらどうしようみたいな。でたまたま食材があったんで切ってみたら分かるでしょっていう話で切ったら、藤原さんの方がやっぱ切れますねって言ったんですよ。よかったと思ってたらその子がじゃあ藤原さんの方が美味しいんですかって言ったんです、って思ったんですね。で食べたら分かるじゃんって言って食べたら、いや藤原さんの方がなんか美味しいって言うんで、本当にって言って僕も食べたっていうのがその味の実験を本当にやろうと思ったスタートでもあるんですよね。だからねたまたまそうやってね金属に対する疑問がたくさんあって、でも実際研ぎ方で味が違うとか、その技術的な部分だったのかもしれないけども、そこで味が違うっていう体験をした時に、これってもしかして刃物屋しかできないんじゃないのって思ったのもスタートだったんですよ。っていうのはね人によってはね鋼しか打ってない方もいらっしゃいますし、ステンレスしか作ってないメーカーさんもあるわけですよ。そうすると2つ並べて、同条件にやっぱり実験研究するって意外にハードル高いんじゃないかなと思ったわけですね。でも刃物屋やってたら別にねステンレスは銀酸も V10 も、鋼だったら白にも青にも、一応比べようと思ったらある程度比べられる、その土壌にいるのって実は刃物屋さんだけなのかなって思ったのもスタートですね。だから一回ちょっと全部やってみようと思って店の包丁全部下ろして研いで切ってみたいな。だからそれのもう先駆けで厨房まで奥に作っちゃった。そもそもなんですけど、それこそその4年間の修行、そこにまず入ろうと思ったきっかけっていうのは何ですか。刃物に興味を持ったきっかけ。もともとね興味はあったんですけど、僕全然違う仕事しようと思ってたんですよね。ただねその大学3年生の終わりがけぐらいに、ちょっと大学の恩師を家まで送っていく途中に、夜ですよ、飲酒無免許人の車でライトつけずにいきなり車が出てきて避けたんですけど、車の横からバーンってぶつけられて、大事故だったんですよね。でそれで僕、首をかなりちょっとひどくムチ打ちになっちゃって、それで大学に行けない期間がちょっとできちゃって、それで就職活動が遅れちゃったんですよ。でも行きたかった企業とかもほぼほぼ終わってしまってて、それでどうしようって他の企業もあった時に、やっぱりその熱が入らないんですよね。でその時にちょっと一回うち刃物屋だし自営業だし、形変われば俺社長かなとかわけわかんないこと思って、それでちょっとね親にもさすがにもう別の仕事やるって言ってたんでちょっと言いにくかったんで、それで自分でいろいろとちょっと調べてやってた時に、たまたま木屋さんがネットで求人してたんですよ。でどうやら後にも先にもその年だけだったらしいんですよね。それをたまたま見つけてアプローチして、いろんな偶然重なってますね。めちゃくちゃそういうのありますね。だからね本当に
一つねめちゃくちゃ自慢できることがあって、はい僕人との出会いだけはめちゃくちゃ恵まれてるんですよこのタイミングでこの人に会えますかっていうぐらいすごい出会いがいっぱいあるので、はい、その才能だけはちょっと自慢できる才能かなと思いますね人運がいいんですね。はい、そこは本当にありますね。ちなみにそう気になったのが、築山吉高刃物店さんが今藤原さんが何代目ですか3代目で、1945年創業なんですよ、はい、77年ぐらいやってるんですよね。ちなみに名前のなんで築山という実はですねこれ笑えるところなのかもしれないですけど、はい、うち合算吉高刃物店なんですよはいで僕がそれを知ったの高校生の時なんです。はい、うち築山じゃないのみたいな。でなんで僕は分からなかったかって言ったら、親が電話出る時「はい築山です」って言っていつも電話出てたんですよ、はい、だから僕もずっと築山だと思ってたんです。そしたら親がある日「うち築山じゃないんだ」って「合算なんだ」って言われて「何それ?」っていうのがスタートで、どうやら山形県の方に合算っていう山があるんですけど、その麓にすごくいい鍛冶屋さんたちがいる、村があったと。でそういったところでできるような高品質のものを扱いたいっていうので、合算の麓にできるような吉高っていいものって昔は意味があったらしいんですね。はい、だからなんとか吉高メガネ店とかなんかそういう形でなんかいいものって意味をつけて、合算の麓でできるようないいものを扱った刃物屋ですよっていうので合算吉高刃物店らしいんです。ただ近代化の流れで駅前にもう1店舗店があるんですけど、そちらの商店街があってその中に入ってるんですが、組合ができた時に皆さんお店の屋号に対してさん付けで呼ぶんですよ。そうすると合算さんが言いにくかったんでしょうねそれでみんななんか築山さん築山さんって言うようになったらしくて、だからもう築山になったみたいな話で面白いですね。だから今更なんかもう合算っていうの僕も気持ち悪いし、もう慣れ親しんだのは全部築山なんで、だからホームページのアドレスがも築山 .jp ですしだからもうね、築山でいいかなと僕は思ってるんですけどね、やっぱりそれはねお客様がそれがね良かったからそっちに変わっていったんで、そうですねなんか今更合算ですって言い直しに行くのも大変な話なんで僕もびっくりして築山じゃなかった。今はもういわゆるネット上に落ちてる論文とかを、夜とかもほぼほぼそういうの読んでますね。その嗅覚の話とか、鉄分がどう影響するのかとか、炭素って匂いにどういう関係性があるかとか、そういうのは論文で全部引っ張ってきて今でもそれは習慣なんですね。もうずっとやってますね。だからそれで見つけたものっていっぱいあるんですよ。例えば匂いが強いものって炭素の量が多いんですよねその科学史的に言うと、ただそれが本当にリアルに食べた時の香りが強くなってるかどうかは僕には分からないんですけど、ただ科学的に言うと何か炭素の量がすごく多いものは匂いが強い傾向にあるっていうのが、やっぱり書いてあるものがあったりとかでね、合わせの包丁の鉄分がどういう影響を及ぼしているのかとか、じゃあね鉄触媒っていう概念があったりするんですね。鉄分が食材に付着して、その鉄分が先に酸化するから食材を酸化させないようにしている可能性があるとか、逆に言えば鉄分を付着してその酸化がもらいサビじゃないですけど食材にも早く酸化を促してしまうから酸化して味が濃くなってるのか、どっちか分かんないんですけど、そういうのが論文から引っ張ってくるとか、それまだ分かってないんですか？分からないですね。だから自分では勉強しますしいろいろ研究ね、やってみたりリアルに食べてっていう、そっちはやってるんですけど、その科学的にどうなのかっていうのは誰に聞いていいのか分かんないですよね。で意外に結構権威な方々とかにも一回会ったこともあるんですけど、金属工学の先生とかに会って金属のスペシャリストであっても、食材についた鉄分がどう反応するのかっていうのは分からないらしいんですよね。でじゃあ栄養学とかそういう食材のプロフェッショナルにね行ったりも、その包丁の切れ味による味の変化とか鉄分が付着してどうなるのかっていうのは、
やっぱり研究してる方が、あんまりいないのか、もうそもそもいないのかちょっとそこは分かんないんですけど、そういうのに行きつけないんですよね、それをやってくださる方っていうか、だからそれが分かって、発表できることがあれば世界に発信できる日本の文化の、ね、和包丁のすごいところっていうふうに言えるはずなので、どっかで何かをねしたいなと思うんですけど、それこそイカタコとか馬とか鹿がなんでステンがいいのかも、それもめっちゃ気になります。そうですね、だからね、もともとその油の質の問題かもしれないですし、ね、その細胞に対して傷をつける粒子が鋼の場合細かすぎるから味が出ないのかもしれないですし、ね、何が原因か、鉄と鉄の関係かもしれないし、もう全然ちょっとそこは分からない、でも実際食べ比べると全然味ないですねってなるんですよね、だからね、もう金属的なもうね結晶構造の話なのか、で他のベクトルなのかも全然分からないので、そういうのが分かったら面白いなと思いますね。本当ですね。それはでもね後世に残る話で、でやっぱり何でしょう、その商売的な話にするつもりは全くないんですけども、その選択肢があれば、2本持つ人も出てくるかもしれないですよね、だからもう錆に強い包丁が楽だからもうステンレスしか無理ですっていう方も、明らかにこっちが美味しいじゃんってなったら、皆さんそういう人でもうちで鋼の包丁買う方いっぱいいるんですよ、ということは結局知らないから1択しかなかっただけで、知ったら2択になったり3択になる可能性もあるわけですよ。そうすると食材によってやっぱりね味を変えた時に、結局料理人さんで言えばお客様がそれで喜んでくれれば、またねそこで利益が生まれて経済が回るっていう風になっていく可能性はあるので、そうですね、やっぱりそこのね幅を広げるっていう意味でも、で知ってもらって理解してもらうっていう意味でも、やっぱり研究してこうなるんだっていうのはやっぱり認知されるっていうのはすごく大事なことかなと思いますね。最後の質問いいですか？藤原さんの、今後の展開ですねっていうのは、藤原さんがもう人生でこれから死ぬまでのどういうゴールを目指してるのかってことを聞きたくて。そうですね、僕が目指すゴールはとにかくやっぱりこの文化を広げることですよね、だから人生のミッションみたいなもんだと思うんですけど、やっぱりねもう多分誰よりも取りつかれた人間な気がするんですよねこの文化に、めちゃくちゃ楽しいんですよ。でもうねその自分が楽しかった経験を他の人にも単純に体験してほしいなって思うだけなんですよね。それはねこっちのただのエゴかもしれないし余計なお世話かもしれないんですけど、でもね全国見た時にやっぱりそれを実はなんか欲してる人もいるかもしれない。でその研ぎの魅力って何が魅力かっていうと、その簡単じゃないんですよね、で何がそのポイントが高いかっていうと、例えば鍋を変えたら味が良くなりました、ってなったらその鍋を変えばいいだけなんです、でも包丁研ぎって早く理解して早くやり続けて早くその年月をこなした人が一番上手くなれる可能性が高いわけです、要するに努力とその結果っていうのが結びつくまでの時間がかかるんですよね、そこがね良くも悪くも他にパクられない技術とも言えますよね、だから料理人さん方がやっぱりすごい料理人さん方がみんな来てくださるわけですよ。である方になんでそこまでやるんですかと、もう本当に夜中まで仕事して後にまだ研ぐわけですよ。よくやりますね。でもなんでって聞いたら、やっぱり早く知って早く走ってる人は後から追いかけようと思ってもその歩みを止めなければ追いつかれないと、それが技術の差だっていうんですね、だからもちろんね料理の技術っていうのはものすごい大事だと思うんですけど、研ぎの技術って別のベクトルで料理がまた美味しくなった場合、誰もが知らない世界の多分料理を作ってるんじゃないのかなって気がしますね。でやっぱり僕もそうやって実験して、でそういう切れ味を出してるお店に食べに行くと、やっぱり美味しいのもそうなんですけど記憶に残るんですよ。なんかすっごいうまみがあるなとか、香りがいいなとか、その香りの余韻がすごいなとか、もうまみがずっと口の中に残るなとか、そういうのが強ければ強いほどやっぱりいい料理食べてるんだなってやっぱり思わされるので、
はい、そういうね体験をするお客様が増えればね、またねその方もその努力が報われるとは思いますし、でそれを比べた時にやっぱり小さな差かもしれないんですけども、でもやり続けた結果、やってない人との大きな差にはなるんじゃないかなとは思いますね。なんかそういう店が増えていったらいいですよね。そうですね、僕ら結局その裏方なんですよね、だから所詮研ぎ師で、ね、包丁を研いでるだけの人間なので表現者ではないんですよ、だから料理人さんがやっぱり表現者なので、だからやっぱり僕らの切れ味を使って美味しさを作ってくださるっていうのがやっぱり料理人さんでしかないので、だからまあ僕らとしてはやっぱりなんていうんですかね、その広めるっていうことをやっぱりしていくっていうのがとても大事なのかなと思いますね。もう世界と比べても突出しているぞっていうのが和食の中で、ね、日本で作られている料理の中でやっぱり高まっていけば、ね、今後何十年とか何百年経った時にはもっとなんかすごい料理を他の国と比べて差をつけてやってるんじゃないかなっていうのをちょっと期待したくて、それでやっぱり、ね、広げるっていうのをやりたいなと思います。いいですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまで動画見ていただきありがとうございます。もうねかなりマニアックな内容でしたよね。藤原さんのどこまでも追求するその熱やクリーニング屋さんくらい研ぎ屋さんを普及させたいという思いは震えましたよね。本当に刺激をもらいました。藤原さん、この度は貴重なお時間ありがとうございました。また行かせていただきます。でですね、この築山吉高刃物店の砥石検証シリーズという砥石があるのですが、一体どんな砥石なのか気になった方多いと思います。この砥石僕実際に使ってていくつか持ってます。なのでこちらもそのうちねレビューしたく思ってますので期待してお待ちください。ということで終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ちなみに研ぎは最高何時間ぶっ続けで研いだことあります？覚えてないですけど昔はすっげえやってましたよね。もう朝から晩までで、夜寝てても夢の中で研いでるんですね。だからうちの嫁さんが寝言で研いでるって言ってましたからね。で僕もやっぱり半分夢なのか現実なのか分かんないんですけど、多分もう頭が寝てないんでしょうね、頭の中で研いでるのを夢じゃないと思った瞬間に研ぎ場に行ってやらないとなんかもう忘れちゃうと思ったら夜中でももう一回起きて研ぎに来たってことも何回かありますね。危ない厳密に測ったことはないですけどね、でもそれぐらいやっぱりね多分アドレナリン出るぐらいやっぱり楽しくやってきたんだと思いますしそうなんですよね。なんか一生懸命頑張って努力しましたじゃないんですよね。やっぱり楽しくなんか面白くてやみつきになってたっていうのが正しいのかなと思いますね。そうですね。ありがとうございます。すいません長く。